左耳が傾いているのが特徴。最初舐めてました。コスプレイヤーでバリバリ作ってたから。世紀末伝説たっくん。今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。はい、では今日もやっていきたいと思います。 TBS TV TBS の物流倉庫からお送りしていきたいと思うんですけども、今回は宮沢ボエさんですね。来ましたね。狼の子供たっくんということでやっていきたいと思います。第1弾は宮沢ボエの作家さんミグピロさんにフォーカスして対談をさせていただいて、第2弾に関しては染色ですね。ソフビを染めるということで、実際にソフビを染めている様子も含めて実技も含めてやっていきたいと思います。そして今回は宮沢ボエさんにトイズキング限定の狼子供たっくん、こちらも TBS より発売させていただきたいと思います。動画中にもお伝えさせていただきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。今回ご紹介するのは愛らしい表情、思わずキュンとくる可愛さ、変身ヒーローに憧れる狼の子供たっくん。元コスプレイヤーでもある宮沢ボエのミグピロさんが生み出す創作キャラクターは、思わずニヤニヤしてしまうこだわりがたっぷり。彩色バリエーションや染色で美しく染められたカラーが綺麗で、たっくん沼にはまってしまう人続出。今話題のソフビの魅力を深掘りしていきます。宮沢ボエのミグピロさんに登場していただきましてありがとうございます。ありがとうございます。狼の子供たっくんというところでいろいろお話を聞いていきたいなと思うんですけども。はい、私の場合は、これを作りたい、このテーマで作りたいというところがまず漠然としてまして、もうとにかく作ってみたい、一度入りから作ってみたい、作家側に立ってみたいというところが大きかったので、インターネットでソフビ制作のようなワードで、検索をしてというところが最初のスタートです。作家さんとの交流もちょこちょこありつつも、そういった具体的な話まではお聞きできてない状態からのスタートでした。なるほどですね。仮面ライダーファイズが好きで、狼のキャラクターというところに行き着きまして、いろいろラフを書いてまして、その時にたっくんって仮に呼んでいったのですが、いざ名前を付けようとなった時に特に思いつかなかったので、そのままたっくんになったんですけれども、ソフビ界ってパチ怪獣っていう概念があると思うんですけど、でパチヒーローの方もあるけれども、そこまでメジャーじゃないと私的に思っているので、パチヒーローもちょっとあってもいいんじゃないだろうかと思いまして、ファイズ絡みで変身ベルトを集めている子供という設定の狼の子供。粘土原型なんですけど、自分でやってます。はい。でその造形についてこだわりの部分を教えていただきたいなと思います。コスプレを知ってまして、その時に鎧だとか武器だとか、あらゆる小物類をたくさん作ってきまして、左右対称に作ることのもう難しさが身に染みてまして、で今回も苦戦するだろうなと思いまして、もうあえてアシンメトリーにしよう。もうシンメトリー難しいから、手の位置上げ方だったり、左耳が傾いているのが特徴。造形はもう本当に難しかったです。最初舐めてました。コスプレイヤーでバリバリ作ってたから、こんな小さいものぐらい作れると舐めきってました。数々の創作経験を生かして生み出されるほっこりした造形は、胸がキュンとなるほど可愛くて仕方ない。コスプレをされていたミグピロさんは作品へのリスペクトも強い。そんな思いから誕生する動物キャラクターは、ミグピロさんの愛がたくさん詰まっていた。ここがすごい。
で彩色も、たまにコラボをさせていただいて塗っていただいているものもありますが、基本自分一人でやっております。今回並ばせていただいているのが実は彩色が一個もないんですね。全部染めてるんですね。染めてるんですよね。そうなんです。ぶっちゃければ逃げです。もうどんなに塗ってもうまくならないんです。染色だと季節とか天候とか、あと時間帯とか何も関係なくいつでも思い立ったら作業ができるので、という点で私は染めてばっかりいるんですけれども、例えばこの子が水玉たっくんっていうんですけれども、これが彩色じゃないんですよね。この水玉が彩色で、元が白素体を緑に染めてるんですね。こういうことやってる作家さんはあんまりいないかなと思います。すごい濃く綺麗に染まりますよね。この通り染めてばっかりいます。要は染めるということがもうこだわりということ。そうなんですね。ちょっと塗るの下手すぎました。やっぱ塗るの難しいですか？なんか下手くそみたいです。子供の頃から下絵の段階で先生にすごい褒められるんですね。で、出来上がり楽しみだねって言われて、塗ってみたら先生シーンってするということがたびたびありまして、苦手意識が未だにあるんだと思います。でも染色という方法もあるっていうことが、一つのなんかこうアイデアですよね。この染色に関しては第2弾で詳しく実技も交えて教えていただきたいなと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。次回ソフビの染色方法をミグピロさんに解説してもらいます。お楽しみに。染めてばかりいたので、そろそろ塗らなきゃなと思って久々に塗ったのが、この子がパンキッシュタックンです。パンキッシュタックン。ちょっとごめんなさい。イベント売りです。トイズキング限定じゃなくてごめんなさい。イベントです。イベントです。この子がですね、中二病。前々から作ってみたかったんですけど、このトサカにピアスに眼帯で久々に、最近作ってなかったふわふわの尻尾と胸毛の子なんですね。で、中二病といったら悪魔の本かなと思って、でもよく見るとこれはデッサンノートなんで、デッサンノートです。デッサンノートでこれは、磁石でくっつきまして、ミグピロ氏の直筆の絵が直筆の絵が描いている貴重なものです。そういうの面白いですよね。あと最近は、この舌ですね、ベロをつけるのが好きで、これはたっくん自身のバディを切り取ってつけているんですね。私が知る限りこういうことをされている作家さんあんまりいないかなと思うので、そういったバディの有効活用だとか、アイデアで頑張っていきたいと思っています。なるほどなるほど。同じくイベント売りで世紀末伝説たっくん、世紀末イメージ。お好きなんですよね。この子もベロ。この子は初の両手磁石なんです。たっくんは右手に磁石が入っているモデルがいくつかあるんですけど、今回初めて左にも磁石がついてますので、このチェーンがフラーンってできるんで、なるほど、いいですね。武器ですね。武器持ちです。8月のイベントで売ろうかなと思っているのが、三毛猫たっくんです。たっくんはよく猫と思われてるんで、もう全然いいんですけど、イベントですごい遠くから「あの猫かわいいね」って指さされて、いやめちゃくちゃ嬉しいんですよ。めちゃくちゃ嬉しい狼なんですけど、じゃあ猫作ってみようって作ったら本当に猫にしかならなかったんで、これはこれでよしと。しっかりチャオチュールも持ってある。チャオチュールですね。チウールです。チャオチウールですね。チャオチウール。いつもの磁石でぬいぐるみ用の
おひげをつけたのがポイントです。鈴をつけているモデルいくつかあるんですけど、やっぱ猫なので鈴が抜群に相性がいいですね。で、全員よくあるハート模様のお尻にハートの幸運を呼ぶよってよく呼ばれてる猫ちゃんにしてます。付属品がそれぞれ違うのもたっくんの魅力の一つ。制作に対する工夫がすごすぎるミグピロさん。今後もみんながあっと驚くような作品の登場が楽しみで仕方ない。ここがすごい。今原型にかかり始めたばかりなんですけれども、蛇使いのカブくんというキャラクターをちゃんと設定から考えて、デザインもちゃんと描いて粘土造形を今取り掛かったところなので、もしかしたらちょっとソフビが最初ではなくてレジンが最初かもしれないんですけれども、早くにはソフビで出したいなというところで動いてはいます。楽しみですね。では最後にですね、お聞きしたいんですけども、ミグピロさんにとってソフビとはというところで教えていただきたいと思います。はい、ソフビとは中空のロマンです。いいですね。可愛いソフビと思って手に取って重っていう PVC だった時の悲しみです。PVC が悪いとは言いません。うちも死ぬほどあります。でも軽いっていう何なんですかね、ロマンは。コレクターが長かったので、PVC の塊じゃなくて中が空洞、中空にロマンを感じます。なるほどですね。中空のロマンということですね。ありがとうございます。今回ですね、狼の子供たっくんでトイズキング限定カラーを作っていただきましたので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思うんですけども、このバタフライたっくんの、カラーのこだわりを教えていただきたいと思います。なんとか柱って流行ってますね。鬼のやつですね。鬼のやつのなんとか柱、虫っぽいお柱の人のイメージカラーと羽織の色ということで、気づかれた方いたら嬉しいなという感じなんですが、蝶々も飛んでますね。そういうことですね。そういう柱の人をイメージして作りました。第2弾バタフライたっくんというところで、こちらは T ベースより発売させていただきたいと思います。発売日が7月19日の月曜日の21時から T ベースより発売させていただきますので、Twitter の方でもぜひチェックの方よろしくお願いします。本日はミグピロさんありがとうございます。ありがとうございます。今後もですね、こういったソフビ作家さんの独特の世界観ですとか個性あふれるさまざまな作品をどんどん紹介していきたいと思いますので、次回の T ベース TV もぜひよろしくお願いします。ソフビ買うなら T ベース。ありがとうございます。もう本当ここで爆発しちゃうのが嫌な人はこの方法をやめた方がいいと思います。爆発何回もしてます。いや本当ポコポコってなった瞬間にドカーンきますからね。特に見にくいですからね。わーお。